こんにちは、学びオタクです。今回はレジェンド BB シリーズから武者ガンダムを制作していきます。レジェンド BB は初心者からベテランモデラーまで幅広く楽しめるシリーズでもあり、特にこのキットは SD ガンダムシリーズの原点ともいえる武者ガンダムが現代的なアレンジで蘇ったもので、 SD ガンダムファンにとっては特別なキットです。ランナー構成は全部で6枚。デザインはシンプルながらも随所にこだわりが感じられるディテールが特徴的です。さらに各部の関節が動く仕様になっており、アクションポーズを楽しめるのも魅力の一つでもあります。今回はこのキットを使って以下の4つのポイントに注目しながら制作を進めていきます。1、肉抜き穴埋め。まずは各パーツにある肉抜き穴を埋めていきます。肉抜き穴は成形の際にどうしてもできてしまう部分ですが、そのままだと完成品の見栄えが損なわれてしまいます。今回使用するのはポリパテです。ポリパテを穴に詰め、スパチュラで形を整えて硬化後にヤスリがけを行います。ここで重要なのは表面をなるべく滑らかに仕上げることです。2、合わせ目消し。次に目立つ合わせ目を処理していきます。今回は銃である種子島や刀の鞘にしっかり入っているので、接着剤や瞬間カラーパテなどを合わせ目に塗り込み、乾燥後にヤスリがけを行って滑らかに仕上げます。3、メッキ剥がし。武者ガンダムには兜のクワガタ部分がメッキパーツになっています。このままでは他のゴールド部分と質感の一貫性が取れず、浮いた表現になってしまいます。そこでメッキ剥がしを行い、他のゴールド部分と質感を合わせていきます。使うのはキッチンハイター。メッキパーツをハイターに漬け込み、メッキ層をしっかりと落とします。4、モールドの彫り直し。次に表面のモールドを彫り直します。塗り分けをしっかりするためにも一旦サフを吹き、モールドの形状を明確にし、タガネで彫り直していきます。このステップを丁寧に行うことで塗装後のディテールが際立ちます。ということで現在はゲート処理を終えたパーツを仮組みしている段階です。私、学びオタクは子供の頃にガンプラにはまり、そのままフェードアウト。2016年にプラモデル制作に本格復帰し、大人の財力で道具を買い揃え、ノウハウを学びながら実践し、スキルアップの過程を動画配信しております。仮組みの完成です。今回のキットは素組みの段階でも塗装がいらないくらい組みやすいキットとなります。レジェンド BB シリーズは SD ガンダムワールドヒーローズのシリーズとは違って塗り分けもしっかりしてあり、初心者の方でも組みやすく、素組みでもかっこよくなるキットです。このままでもいいのですが、せっかくなのでこれから肉抜き穴埋め、合わせ目消し、メッキ剥がし、モールドの彫り直しをし、最後に塗装していきますので、ぜひ工程ごとに見どころを楽しんでいただければと思います。では早速肉抜き穴埋めから作業を始めていきます。今回の武者ガンダムは幸運なことに肉抜き穴の数が少なく、主になぎなたと主刀部分の2箇所のみです。まずいつものように布テープの上でポリパテを混ぜ合わせていきます。布テープを使うことで作業後の片付けが楽になるだけでなく、適量を無駄なく扱えるのがポイントです。混ぜ合わせたポリパテをスパチュラで慎重に少し多めになるよう肉抜き穴に詰め込んでいきます。しっかり乾燥した後はペンサンダーでヤスリをかけていきます。ペンサンダーを使うことで細かい部分や曲面のヤスリがけが効率的に進みます。ヤスリがけの際はパーツをいろいろな角度から確認し、光にかざして表面の状態をチェックすると分かりやすいです。ポリパテを丁寧に削り形を整えたら、次は仕上げの工程に移ります。ポリパテだけではどうしても微細な気泡や小さな段差が残ることがあるので、それらを埋めるために瞬間カラーパテを使用します。瞬間カラーパテを薄く塗布し、パーツ全体を均一になじませ、ヤスリで整えることで細かい穴や表面の微細な凹凸をしっかりと埋めることができます。次に合わせ目消しをやっていきます。今回の武者ガンダムは合わせ目が少なく、刀の鞘、種子島、足の太もも部分のみ、比較的作業量は少なめですが、しっかりと処理することで完成度がぐっと上がります。使用するのはミスターセメント SP 流し込みタイプなので、接着剤がしっかりとパーツの隙間に入り込み強固に接着できます。まず合わせ目部分にたっぷりとセメント SP を流し込み、むにゅっと接着剤がはみ出るくらいに圧着します。このむにゅっと出た接着剤が隙間をしっかり埋めてくれるので、
後の処理が楽になります。乾燥後、240から600番のヤスリを使い、はみ出た接着剤を削り取って滑らかに仕上げます。最初はペンサンダーを使って大まかに削り、その後スポンジヤスリで微調整するときれいに仕上がります。合わせ目がしっかり埋まっていない部分があれば、瞬間カラーパテを薄く塗り、完全に埋めた後に再度ヤスリがけを行います。こうすることでサフ拭き後の仕上がりがより自然になります。合わせ目処理は見た目に直結する大事な工程なので、焦らずじっくり仕上げていきましょう。そしてメッキ剥がしをしていきます。今回兜のクワガタ部分がメッキパーツになっています。このままだと他のゴールド部分と質感が異なり、統一感が出ません。そのため一旦メッキを剥がし、改めて塗装することで全体の質感を揃えて自然な仕上がりにしていきます。ゴールドメッキはシルバーのメッキの上からクリアイエローで塗装されています。そのためまずはクリアイエローの塗装を剥がしていきます。ゴールドメッキの状態でハイターに浸してみたのですが、全く塗装が落ちませんでした。なのでまずは容器にガイアの薄め液を入れてクリアイエロー部分を剥がしていきます。クリアイエローを剥がすとこのように綺麗なシルバーメッキになります。そしてハイターに浸すことでシルバーメッキも綺麗に落ちていきます。徐々にメッキが落ちていくのはちょっと見ていて気持ちいいです。そうすると元のパーツの成型色が出てきますが、どうやら今回はイエローの成型色のようですね。結果このように綺麗にメッキが落ちてくれました。ではここで一旦サーフェイサーを吹き付けます。今回の目的はモールドをはっきりさせて彫り直しをしやすくすることと、合わせ目がしっかり消えているかを確認することです。サーフェイサーを吹くことでヤスリがけなどの作業で浅くなってしまったモールドが浮かび上がり、彫り直しの精度を上げることができます。また合わせ目を処理した部分も一度グレーの均一な下地になることで消し残しがないか確認しやすくなります。もし消えていない箇所があればこの段階で修正を加えることで仕上がりのクオリティが格段に向上します。エアブラシを使って全体に軽く吹き付け、厚塗りにならないよう注意しながら均一に仕上げます。サーフェイサーが乾燥したら表面の状態をしっかり確認し、やはり一部はうまく合わせ目が消えていなかったので再度瞬間カラーパテやヤスリで整えました。ここでしっかり修正しておくことでこの後のモールド彫り直しや塗装の工程がスムーズに進むので面倒くさがらずに作業しておきます。サーフェイサーを吹き終えたら次はタガネを使ってモールドの彫り直しをしていきます。塗装の際の塗り分けをよりしっかりするための作業でもあります。ここで大事なのは力を入れすぎずごくわずかな力でなぞるように彫っていくこと。強く押し込むとモールドの幅が広がりすぎたり刃が滑って余計な傷をつけてしまうことがあるので慎重に作業を進めます。まずは元のモールドのラインに沿って軽くなぞり、徐々に深さを整えていくイメージで彫っていきます。もし途中でラインがブレてしまった場合はタミヤの緑の流し込み接着剤を使って修正しながら丁寧に調整していきます。ここでしっかり彫り直しておくことで塗装後に墨入れをした時にモールドがはっきりと浮かび上がり完成度がぐっと上がるので焦らず慎重に進めていきます。全体的にモールドを彫り直したらいよいよ塗装に入っていきます。まずは基本色となるクレオスのレッドをエアブラシで吹き付けていきます。赤は発色が大事なので下地の影響を受けやすい色です。そのため一度に厚塗りせず薄く重ねていくのがポイント。最初はサフのグレーが透けるくらいの薄い層を吹き乾燥させてから少しずつ塗り重ねていきます。こうすることでムラなく均一な仕上がりになり発色もきれいに整います。エアブラシの吹き付ける距離や圧力にも注意しながら表面に適度なツヤが出るように調整していきます。ここでしっかりと赤を発色させることで最終的な仕上がりが引き締まるので丁寧に塗装していきます。ミスターウェザリングカラーのブラックで墨入れしたパーツがしっかり乾いたら次に全体を艶消しクリアでコーティングしていきます。艶消しクリアを吹くことで墨入れが定着し
表面の質感が落ち着いた仕上がりになります。エアブラシで均一に吹き付け、厚塗りにならないように注意しながら仕上げていきます。今回はいつものようにゴールド部分以外は全て艶消し仕上げにして、落ち着いた高級感のある質感を目指していきます。ゴールド部分は後ほど艶ありの塗装を施すので、そのコントラストがしっかり入るように全体のバランスを整えていきます。次にグリーン部分をガイアカラーのエバグリーンで塗装していきます。ジムの顔の部分や額、そして種子島の照準部分にこの鮮やかなグリーンを吹きつけていきます。ではここからエナメルのフラットブラックを筆塗りしていきます。今回は額の細かい部分の塗り分けに使うことでディテールを際立たせ、全体の引き締まった印象を作ります。本来ならエナメル溶剤で少し薄めてから使いますが、ちょっと面倒だったので塗料からそのまま使いました。エナメル塗料は乾燥後に拭き取ることもできるので、はみ出しても後で修正できますので、大胆に塗っていっても安心です。その後エナメル溶剤の薄め液を使って余計な部分を慎重に拭き取っていきます。この工程でははみ出した部分や不要な箇所の塗料を落とし、モールドの奥にだけブラックを残すことでシャープな陰影をつけることができます。拭き取る際は溶剤を染み込ませた綿棒などを使い、力を入れすぎず優しくなぞるようにするのがポイントです。焦らず丁寧に作業することで仕上がりに大きな差が出るので慎重に進めていきます。さて再び塗装です。今回は黒のパーツおよび白の下地として黒を採用するので、ガイアのエボブラックを全体に塗装していきます。先ほど塗装したグリーン部分や赤の部分はマスキングをしておきます。丁寧にマスキングすることで塗り分けをしっかり表現できます。次に白のパーツをガイアのアルティメットホワイトで塗装していきます。今回も少しだけ重厚感を出すために黒立ち上げ塗装を採用します。使用するのは 0.18mm 口径のエアブラシ。細かい塗り分けができるので繊細なグラデーションを表現するのに最適です。塗装のコツはなるべくパーツの中心から吹きつけていくこと。端の部分を少し残すことで自然な陰影が生まれ、立体感のある仕上がりになります。白の発色を生かしつつ単調にならないように注意しながら塗装します。ゴールドのパーツにはいつものクレオスのスーパーリッチゴールドを使用して塗装していきます。まずはメッキを剥がしたクワガタ部分にゴールドを大胆に吹きつけていきます。その他のゴールド部分は事前にマスキングをした上で塗装しています。今回は付属のシールをマスキングとして活用し、作業の時短を図りました。特に胸の黒い部分には付属シールをそのまま使い、シールの端に破れがあった部分はマスキングテープで補強しています。このように付属のシールをうまく活用することでマスキングの手間を減らしつつ精度の高い塗り分けが可能になります。マスキングテープだけでなくシールなども状況に応じて活用すると作業効率が上がりますね。刀の刀身にはクレオスのスーパークロームシルバー2を使用して塗装していきます。今回の武者ガンダムではシルバーを使用するのは刀の刀身のみだったため、必要な量はごくわずか。エアブラシで薄く均一に吹き付け、金属の質感をしっかりと表現しました。一通り塗装が完了したので最後の仕上げに入ります。アルティメットホワイトは光沢仕上げの塗料なので、全体の統一感を出すためにも艶消しクリアを吹きつけていきます。特にマットな質感を強調したい部分にはしっかりと塗装し、落ち着いた仕上がりを目指します。ただしゴールドやシルバーのメタリックカラー部分は光沢感を生かしたいので、ここには艶消しを吹かずにそのままにしておきます。こうすることで光沢と艶消しのコントラストを狙っていきます。最後に兜の特徴的なゴールド部分を仕上げていきます。素組みの状態では
この部分の塗り分けが施されていないため残念なところです。今回は筆塗りでしっかりと塗装していきます。失敗してもリカバリーできるようにエナメルのフラットブラックを使用しました。エナメル塗料ならもしはみ出してもエナメル溶剤の薄め液で拭き取ることができるので、細かい塗り分けも安心して作業できます。たとえ全塗装しなくとも兜のこの部分だけはエナメルで部分塗装しておきたいところです。そしてゴールド部分とその他の塗装の境目をより引き締め立体感を際立たせるためにミスターウェザリングカラーのブラウンで墨入れをしていきます。ゴールドは発色が強く、そのままだと少し浮いて見えることがあるので、墨入れをすることで自然な陰影をつけ、より引き締まった印象に仕上げます。細かい部分にも染み込むように流し込み、余分な部分はエナメル溶剤で拭き取ることでくっきりとしたディテールを表現できます。すべてのゴールドパーツで墨入れしました。ちなみにミスターウェザリングカラーで墨入れすると乾燥後には艶消しになります。またエナメル溶剤ではないのでパーツの破損などがないことなどから、私はミスターウェザリングカラーで墨入れすることが多いです。さて、いよいよ最終組み立てです。レジェンド BB シリーズは SD ガンダムシリーズの中でも非常に完成度が高く、スタイルの良さはもちろんのこと、色分けもシールである程度再現されているため、初心者でも作りやすいキットになっています。塗装をしなくても十分な完成度を誇るのは嬉しいポイントですね。今回制作したのは SD ガンダムの原点ともいえる武者ガンダム。ジムヘッドも付属しているため、ジムの足軽を再現することもできるというファンにはたまらないおまけ要素もあります。さらに兜の一部を除けば可動域も非常に優秀。 SD ガンダムながらしっかりとしたポージングが楽しめます。実はこのキット、私も以前から作りたかったもののしばらく積んでいたもの、今回ついに満を持しての制作となりました。ということで今回のレジェンド BB 武者ガンダムの評価はこちら。塗装においても細かい塗り分けが少なく、全塗装の練習用としては非常に適したキットではないでしょうか。シンプルなカラー構成なので初心者の方でも挑戦しやすいと思います。ただし塗り分けが少ない分、合わせ目処理をしっかりしていないと目立ちやすくなってしまう点には注意が必要です。そのためきちんと下処理を施すことでより完成度の高い仕上がりになります。総合的に見て初心者におすすめの度合いは文句なしの星5つ。 SD ガンダムの祖ともいえる武者ガンダムはその作りやすさと塗装のしやすさが際立っており、 SD シリーズの中でも特におすすめできるキットの一つです。また40代以上の方にとっては当時の思い出補正も加わり、武者ガンダムを完成させた時の喜びは格別なものになるのではないでしょうか。私自身も実際に作ってみて想像以上の感動を覚えました。懐かしさとともに現代の技術で再現されたキットの完成度の高さに驚かされ、改めて SD ガンダムの魅力を再確認することができました。ぜひ皆さんもこのキットにチャレンジしてみてください。作ってみた感想や自分なりのこだわりポイントがあればぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。私もスキル向上のためどんどん学んで実践していきたいと思いますので、その上達過程を見守ってくれると嬉しいです。そして今後もプラモデル制作の腕を磨き、制作過程やノウハウを発信していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、ベルマーク通知の設定もよろしくお願いします。それではモデラーの皆様、良いプラモデルライフをお楽しみください。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。